わらびをアク抜きしときます。熱湯をかけて冷めるまで置いとく。昨日ね、わらびを入れて灰を上にかけて熱湯入れといて、これねひょっとしたら染まるんじゃないかと思うの。だからこれ灰が沈んでるから灰ごと入れてもいいんだけど、上水を取っといて、これだけじゃ足りないからもう一回わらびをやって、でこれは熱湯が冷めるまで入れといて洗ってお水へつけといたの。でこれを切り刻んで納豆みたいにぐじゃぐじゃして食べてもいいし、いろんな食べ方あるから。そしてね、ぐじゃぐじゃしたやつを天ぷらにしても美味しいんだよ。こんな感じでわらびはできます。これは取っといて、後でアクが入ってるからもう焙煎もできてるから、ちょっとね加えた方がいいような気がする。これで染めてみる。染まるかどうかはまだわからないけどやってみます。はい、わらびだぞ。細かくすればするほどいいよ。これもこんな色なんだよ、つけといただけで。ちょっと期待できそうでしょ。粘りが出るからぐる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 混ぜて、おかかも入れてお醤油でご飯にかけて食べるといいよ。イカじゃない、なんだろう、エビなんかね入れても美味しいと思うよ。かき揚げだよな。これとで天ぷらするの。これに足しても美味しいと思う。イカとかなんとかね、まあいろいろやってます髪こんななりました。うりうりのりかちゃんですなんでこんなになったかっていうと、タフト1出たでしょ。そしたら私ちょっと薄毛になってきて最近ね、薄毛なんだよっていう話をお客さんにしたの。そしたらそのお客さんがヘナしてて、ヘナすると髪の毛が増えはしないんだけど太くなるっていうわけで、ふわっとするしやってごらんって言ったのよ。で、あ、そういえば私ヘナいっぱい持ってるなっていうのを思い出したの。いや思い出したっていうか前から知ってたんだけど、でヘナねもうめんどくさいから染めなくなったじゃないですか。で最近ずっと2年ぐらい湯シャンなの。湯シャンしてもベタつかないとか言うけど、私のはねダメ。私湯シャンだけど週に1回とか10日に1回ぐらいしかしないから、そのせいかもしらんけど毎日なんかめんどくさくて。そうだったんだけど、でやってごらんって言って洗面台の下見たらヘナがすごいあるわけ。もう知ってたの。それはもったいないなと思ったけどめんどくさいしどうしようと思ってて、だけどクラフトに出て2日の日だけ空いてたの。あ、じゃあヘナしてみようと思ってしたら、ヘナって白いとこが全部こういうオレンジ色になるのね。知ってるよね。私もまあ昔は知ってたんだけど、その頃はまだ白いのがいっぱいはあったんだけど、そんなにうんといっぱいこんなにはなかったから、黒い中にオレンジが入るぐらいだからこんなじゃなかったのよ。そしていつの間にか真っ白けになったから染めてみたらこの髪になりましたうりうりのリカちゃんって言ってるんだけど、昔知らないリカちゃん人形っていうのがあったの。今はなんていうの。あとその後ねバービーちゃんとか、多分リカちゃんはねとかなんか日本の人形じゃないかと思うんだけど忘れた。でバービーちゃんはアメリカかどっかの人形なんかな。いろいろあったと思うの。リカちゃんのお父さんとかねあったでしょ。で私が小学校の何年かぐらいに初めてそのリカちゃんっていう着せ替えちょっと可愛らしいリアルっていうのか、その前もあったと思うんだけど、で最初の頃はね私たちはノートかなんか知らんけど、そういう後ろとかにが全部一冊のノートみたいだったのかな。そこにお人形さんが書いてあって、そのお人形さんを切って服がついてるわけ。服とかそれをこう留めるようになってるの。だから服を切ってそのお人形さん切ったやつにコチコチってやって留めるので、着せ替え人形ってやってたんだけど、それからあとはなんか手作りのみたいなこう顔が大きくて布のそれにお洋服着せたりしてたんだけど、で顔がちっちゃくてこうスタイルがいいやつ、そういうのが出てきてもう欲しくて欲しくてしょうがなくて、私買ってもらったんだか買ってもらえなかったんだかもう忘れたんだけど、でも多分ね買ってもらえなかったら私のことだから「買って!」とか言ってすっごいダダこねたと思うの。多分買ってもらえたんだろうねと思うんだけど、まあそんなのはどうでもいいかな。私67歳になってリカちゃんになったしとか言って笑えるよね。まあそういうことです。だから当分この紙にして
てみようと思います。でね、そのお客さんは一月に1回ぐらい染めるって言ってたけど、私ね頻繁に染めてみようかと思うの。1週間とか10日に1回と。でもめんどくさくなったらまた染めなくなるかもしれないけど、まあそういうわけです。それはそれとして、でね、わらびを灰入れて熱湯入れて置いといた汁、前茅の実をアクに入れた汁で染めたらすっごい綺麗な色になったのよ。後で T シャツ取るわ。どこ行ったかな。ベージュっぽいんだけどすごい綺麗な色。それも煮ないで、ただそれに何回かつけただけですごい丈夫なの。これもね多分丈夫かもしれないんだけど、煮てもいいかな。どっちでもいいようなけどちょっと煮てみようか。この汁ほら緑色なんだけどどうなるかわからんよ。これは洗って食べるわけ。これ茅の実も今いる。でね、これね下処理してないのよ。どうなるかなと思ってやってみよう。下処理すると染まったりしてね。でアクも入ってるからこんな色入れますね。これに入れてみます。どう？おお、染まったじゃん。わーお、煮てみようか。わらび染め。これ下処理したらもっと濃くなるね。あらいい色じゃない？わらびなんかもう大きくなって食べられなくなってもできるから。あとよもぎだって煮た後の汁で染められるんだよ。煮なくても良さそうだけど、まあ一応煮よう。これいいね、アク出ししたやつで染まるっちゅうやつね。うわーすごい染まったね。こんな色面白いね。これアクが入ってるから焙煎しなくていいと思うよ。わらびだよ。煮なくても大丈夫そうだけど、まあ一応煮よう。はい、染めましたよ。わらびですね。下処理をしてからやりました。これ両方とも古着だからちょっと下の汚れとかもついてるから真っ平らには染まってないかもしれませんけど、下処理しないとねあんまり染まらんかもわからん。これは灰を一緒に入れたやつで染めたわけよ。明晩です。焙煎するともうちょっと鮮やかになるかもしれん。とりあえずこんな感じでございます。今ライトも持ってきたよ。うりうりのりかちゃんですクラフト行ってたから溜まってる。よし、こんなもんかな。あ、これは魔女ちゃんやるやつだ。これがハートちゃんだ。このズボンも染めてるぞ。よっしゃ。よし。もう一回染めとく。よしと。いいでしょもう。